カジュアルに合わせるとすっきりと見えて品があるように見える。決まりやすいところがこのジャケットの官能的なところですね。あなたに寄り添う名品がある。僕の名品百科事典、マイマスターピースエンサイクロペディア。バブアービデールスリムフィット2レイヤージャケット。今回ご紹介するのはバブアービデールスリムフィット2レイヤージャケット。もはや紹介するまでもないのではと一瞬迷いましたが、いや違う、自分が紹介したいという気持ちが勝ってしまったといった形で今回ご紹介いたします。なぜなら泣く子も黙るバブアー、そりゃ気持ちが勝つというのは当然でしょうと気を取り直して話を戻します。5年前ほどにバブアー直営店で購入したアイテム、ノンオイルのバブアーでタグにはポリエステル 81%、綿 19% と記載がある素材で仕立てられています。その時はバブアービデールでは本アイテムの緑とネイビーがアイテムとして販売されていましたが、自分にとってのファーストバブアーなるアイテムだったので、ザッツバブアーとなる緑を購入したかったというのがありました。ずっと欲しかったバブアーなので何度か店舗に足を運び、というのも、36の S サイズと言っていいサイズ感と、38の M サイズ感のものとでどっちもいける体型と身長だったので、どちらにしようかと非常に悩みました。結局、店員さんと相談してオンオフ両方いけるようにするためには38で着用するとハマりやすいということになり、38を購入するに至りました。まあとにかくこれが本当に来た他のアイテムと相性がハマりやすいアイテムなので、ついつい手が伸びてしまうぐらいとても便利で、しかも普通にかっこいいという着回し抜群で大活躍したアイテムとなりました。現在とは異なる代理店さんでしたが、店員さんありがとうございました。まずはブランド紹介からしていきたいと思います。バブアーはタグにも書いてある1894年にイングランドのサウスシールズでスコットランド生まれのジョン・バブアー氏が立ち上げたワックスドコットン製のアウターウェアを得意とするブランド。バブアーのジャケットは釣りや狩り、乗馬、軍隊などのアウトドアで実際に使われていた機能や丈夫さが特徴で、スティーブ・マックイーンやチャールズ皇太子などのセレブリティも愛されてきた英国のロイヤルワラントを獲得しているブランド。今ではバブアーは125年の歴史を誇る伝統的なブランドで、現代の要求にも応えるデザインやコラボレーションを展開しています。ちょっと前までは八木通商さんのスープリームスさんが日本の総代理店を行っており、この時に今のバブアーのイメージが確立されたという個人的な印象があります。今は変更となって伊藤忠さんが日本総代理店を行っており、インターナショナルで展開しているライフスタイルブランドとして打ち出しています。個人的には今回ご紹介するビデールとは異なる方ですが、2012年に公開された007シリーズのスカイフォールの終盤でジェームズ・ボンドが着用していたバブアーがかっこいいと思ったことと、当時バブアーをスーツと合わせるスタイルがイタリアのベルルスコーニ元首相やイタリアのピッティ・ウオモなどの写真やポパイなどで見たことがきっかけで欲しいなと思うように至り、イントロで説明した通り、それで自分が着るならいろんなジャケットの代わりに、そしてトレンチコートの代わりになるようにといった意味でビデールを購入するに至りました。またそれから時間が経過してバブアーがそれまで以上に市民権を得てきたことで、イギリスっぽいコーデを目指さなくてもかなり着こなしの幅が広いだろうと思ったことも購入に至ったきっかけでした。日本での取り扱いについてはさすがに言わずもがなというところがありますが、直営店もありますし、セレクトショップであるユナイテッドアローズやビームス、百貨店の伊勢丹など様々な店舗で取り扱いがありますので、昔よりは人気になった分買いやすくなったという印象です。現在はライフスタイルブランドとしてジャケット以外にもシャツやパンツ、セーター、シューズなどの幅広いアイテムを展開していますが、やっぱりバブアーといえばやはりビデールなどのジャケット、ブルゾン系のイメージではないでしょうか。ビデール以外にもショート丈のスペイやトランスポート、ビューフォートといったザッツバブアーなジャケットからバイカースタイルなインターナショナルなどのジャケットあたりが買い物の満足度が、個人的には高かったという印象です。個人的にはビデールでいろんなアイテムをカバーできるので、ワードローブをミニマムにできると思って購入したのに、そこから沼にはまり、その後にバーレー、ペイ、ユナイテッドアローズさん別注のベージュのスペイ、古着で購入したハウンドトゥース、ビューフォート、エンジニアドガーメンツコラボの A ラインシルエットでゆとりのあるフーデッドコートのジャンキーズキルトと、インターナショナルモデルのハーレム、ダンボと、それだけで、6種類購入するに至りました。それくらい一度買うと、このデザインでこんな使い勝手が良くて、値段が5万円前後で買えてしまうとなると、
ちょっと他のコートやジャケットを買うときに検討範囲に入ってきてしまい、バブアを買うという好循環が個人的に生まれてしまっています。いや、こう思うのは自分だけではないはずと、そう願っています。さて、今回のビデールジャケット時代のお話をしていきたいと思います。メンズのライトアウターは男性のワードローブに欠かせないアイテムの一つ。雑誌や商品説明でこれらの点で語れるアイテムですが、よく言われる内容に加えて個人的に推したいポイントも踏まえてご説明していきたいと思います。着心地、他アイテムとのコーディネートのしやすさ、オケージョン、シルエット、素材、耐久性、数々の心をくすぐるパーツ群、いろんな着方。今回ご紹介するアイテムは日本独自規格のスリムフィットモデルで、その冠の通り体にピタッとする印象です。それは他のオーバーサイズ系ジャケットなどを着た後にようやくわかる感じであり、スリムフィットを着て細いねっていう風に感じることはないかと思います。本当は36サイズで私の体ではフィットするのですが、中にスーツやジャケットなどを、着たいと思っていたので38サイズを購入しましたが、これが大正解。中に着込むプラス別売りのライナーをつけても前のジッパーが閉まらないなんてことはなく、夏以外大活躍するアイテムとなりました。特に36だと添え丈が今の38ほどはないので、もっとすっきりする感じもしましたが、購入した時に、店員さんがシャツやジャケットを持ってきてくださったことで、それと一緒に着てみたら、肩の部分が服の分だけ上がって袖もその分止まったので、ワンサイズ上げて買おうと思って買ったといったのが、ありました。ただ私自身添え丈で悩むことが多いぐらい撫で方かつ腕が少し短いので、同じような悩みをお持ちの方にはご参考いただければと思います。肩がラグランスリーブになっているので動かしやすく、またダブルジッパー仕様のため裾周りの可動域は調整できるので、着用していて突っ張るといったことは今まで一度もありませんでした。着丈はこう覆いかぶさるような長さがあり、ビデールはスーツジャケットがよほど長くない限り出ることはありませんし、かなりオーバーサイズなシャツを着たとしてもビデールの方が長いので、インナーレイヤーを出した場合にはその他の型を着用すると良いかもしれません。ちなみにバブアーは首元を寒くしないようにボタンでタートルネックのように、閉じることができますが、私個人はワンサイズ上げているのにちょっと苦しくて、このビデールではこの使い方はできておりません。着心地はフィット感以上に見た目の清潔感からくる TPO や自分の持っている服との組み合わせがやりやすいとか、シュッと見えるので着ていて気分が良くなるなどのポイントも個人的に、思っているところであります。これが服の官能性という感じですかね。そういった点にいくと、このジャケットは、スーツの上にちょっと悪い感じがするというのもあるので、お堅い仕事をされている方は別かもしれませんが、私のように自由業の場合だと、とにかく仕事から週末含めてありとあらゆる場面でさっと着用できる、しかもこの1点だけで決まる感じがあるので、とっても便利なアイテムです。またポケットが個人的に重要だと思っているんですが、バブアーのポケットはガンガン入れてもいいし、入れなくてもポケットのデザインだけで決まる感じがあるので、財布やスマホを入れればバッグが不要になるといった点も非常に使いやすくて、いいなというふうに感じています。このビデールを皮着にビューフォート、スペイ、バーレー、ユナイテッドアルズ別注モデル、エンジン&ガーメンツ別注モデル3着と沼にはまっていくこととなりました。スーツに合わせるとかしこまりすぎないこなれ感が出る、カジュアルに合わせるとすっきりと見えて品があるように見える、このバランス感覚が興奮につながっているんじゃないかと個人的に思っています。だからこそこれは名品であると思って購入した後、ずっと実際着ていますし、沼って他のモデルまで買うようになったゆえんではないかと思います。あと、バブアーという名前がかっこいいですよね。響きが創業者の方の名字でしたが、この響きがやはりかっこいいといったものも、ちょっと服とは別ですけどもちょっとありますね。購入した色は定番のグリーンの色。グリーンともカーキとも言えない色で、ワックスモデルのワックスを塗った後の色と元々のコットンの色の、中間色のような感じの色かなと今思えばしますが、購入した時はバブアーではこの色でしょうと個人的に時の洗礼を経た、色を購入しようと思って、購入したといった、きっかけ理由がありました。カジュアルすぎずドレスのような黒に近い色味でもない色だからこそ、カジュアルからドレスまで幅広く使える色ではないのかなというふうに思います。モデルや販売された製造された時の年、別注などで様々な素材や色が出ているので一概には言えませんが、本アイテム以外にも実にいろんな色や柄、そして素材のアイテムが出ています。いつかご紹介したいと思っている、他の色のアイテムもそうですが、基本的にカジュアルにフラッと着れますし、ドレスに合わせてもしっかり外し目な感じで合うデザインになっているのが
このバブアージャケットの醍醐味ではないかなというふうに思います。個人的にはこれまで、普通に、トレンチコートやナイロンジャケットなどを着ていましたが、バブアーに出会ってからこれらのアウターが全てバブアーに置き換わってしまったと言っても過言ではないぐらい、今まで着ていたアウターと一味違う感じをバブアーに変えるだけで出せるといったところが、素晴らしいというふうに感じています。これまでお話しした通り、スーツやジャケパンの上にさらっと羽織るだけでも十分にバブアー感のあるコーデができます。その他、ニットやシャツなどのコーデに羽織るのもありですし、シャツ1枚やニット1枚でも顔となるバブアーが効いてくるので、コーディネートが成立してしまいます。スリムフィットモデルだから太いパンツは合わない感じがすると思いきや、太めのパンツにもなぜかうまくいく。これがバブアーの不思議なラギット感と品の良さを両方兼ね備えている特性がうまく活かされているんじゃないかなというふうに個人的に思っています。靴も、革靴、スニーカー、ブーツは言わずもがな、中の合わせ方次第で何でもいけてしまうといったのがこのジャケットの魅力です。ビジネスカジュアルでのコーディネート例となりますが、スーツに合わせたコーディネートはもちろん、ジャケパンでのシャツや色、柄、そしてネクタイ、パンツの色と組み合わせるといろんなバブアースタイルができてしまいます。カジュアルではこんなコーディネートでいろんなスタイルが決まります。そして決まりやすいところがこのジャケットの官能的なところですね。T シャツやシャツ、それにニットなど何でも様になってしまうのは一体なぜなんだろうと考えましたが、この土臭いパーツとこの色の組み合わせ、パーツ、デザインを総合した時に綺麗なラギット感のある部分がこういったシンプルな組み合わせと合いやすいのかもと、こうやって書いていて思ったところですが、カジュアルといってもここに出ているようにラフな感じの、カジュアルなスタイルからシックな大人スタイルまでスッと馴染みます。スリムフィットモデルのため、ゆったり着る感じではなくシュッと着ることができます。ライナーをつけて中にジャケットや厚手のセーターなどを着用すると、前のジッパーを閉めるときにあれちょっときついかなと一瞬思いますが、締めてみれば苦しくない感じに個人的に感じるので、そこまでがっつりした体格の方ではない限りはかなりの気温を1枚でカバーできるのではないかというふうに思います。このシュッとした感じがあるから品のある感じが出せて、タイムレスな魅力が出ているから気に入っているのではないかなというふうにも思います。過去や現在の公式や、その他のレビューなどを見てもあまりシルエットのことが言及されていないので、この場を借りてバブアーのシルエットについてやはりこれはちょっといいんだというふうなところをお伝えしたいところです。スリムフィットモデル、個人的にはやはりおすすめです。私のような自由業ではやはりちゃんと見える感を出すっていうのは意外と結構重要で、このちゃんと見え感を出せる品の良さを持つジャケット、これがバブアーであり、スリムフィットモデルの良い点ではないかなというふうに思います。スーツに合わせるときはもちろん、カジュアルに着こなす場合でも、このちゃんと見える感があるアウターとそうではないアウターではやはり人に見せる印象が異なりますといったところが個人的な考え方です。そしてバブアーも他のアイテムと同様、写真じゃわからないかっこよさがあります。もちろん着用している写真がゾーム上にあるので、それらをネット検索してから自分で買うといったのもありですが、もしバブアーをまだ購入したことないけど本当にいいのという方には激おすすめです。責任は持ちませんが、とにかくスリムフィットモデルか通常モデルでノンワックス、そしてグリーンカップルを一度買っておけば気に入る場合は大正解となりますが、気に入らない場合でも自分で気に入ってなくても、とにかく服は人に与える印象と自分確認といった意味もあるというふうなのは、両方の意味があるというふうに個人的には思っているので、これは持っていて損はないと自信を持って言えます。もちろん責任は持ちませんがね。商品写真ではわからないシルエットというと、バブアーはある程度の重量があるので、下に向かってストンと落ちるシルエットがいい感じに見えます。これは着てみないとわからない部分ですが、この下に向かってストンと落ちる感じは感能性があるアウターでコスパの良いものではあまりないので、こういった点でもおすすめです。品があると何度でもお伝えしていますが、このジャケットは品があるんだけどそもそもの出自もあり、男臭いアイテムであるという点は否めません。これがいいんですね。この品があるのに男臭い部分があるというこの組み合わせが個人的な好みではありますが、こういったアイテムを着ているだけで男として幸せな気分になります。とはいえバブアーのビデイルは女性が着ていても品があるのに、この言葉にするのが難しいところですが、分かってる感じがあるっていう感じが出せるといったのもこのジャケットの特徴となります。
これもやっぱり感能性になるのかなというふうに思いますが、自分が女性じゃないので、言語化することは難しいかなと。なんとなくこの感覚が見えてる人に、少しでもちょっと伝わればいいかな、嬉しいなというふうに思います。すでに着用し続けて6年経過しますが、くたびれた要素もなくパリッとしたテクスチャーを保っているぐらいパリッとした素材です。このパリッとした感じは見た目だけで、着心地としては決して硬くなく柔らかな感じで着ていて、着心地はとても良いというふうに感じます。撥水加工は、スプレーなどをしてはいるのですが、さすがにこの年数を着用していると雨に降られると小雨ぐらいなら大丈夫ですが、大雨が降ると傘から、はみ出ている部分が、色が変わるぐらいにはなってしまいます。もともと雨具として使われていたという縁は、こういったところに、発揮されているのかなと気づく程度です。がバブアですので、雨具として使い方をするなら、現在ではノースペースとかパタゴニアとかアウトドアブランドの、ゴアテック素材などがあるので、そういった使い方を目的としてこのバブアを着るといった人もさほどいないのかなというふうに思いますので、そういった部分はあまり気にされなくてもいいのかなというふうに思います。このアイテムは、表が、ポリエステル 81%、綿 19%、ポリウレタンラミネート加工が施されていて、裏は綿 100%、袖裏は、ポリエステル 100%、袖はアクリル 100% といった細部によって使い分けがされています。ポリエステルは実にいろんなポリエステルが使われており、一般的にポリエステルといっても違いに言えないという状況があります。このバブアに使われているポリエステルについて言うと、個人的にポリエステルというと匂いがつきやすくて周りの色を拾いやすいといった弱点があるといった印象がありますが、このバブアについては色を拾う印象は全くありません。ただ匂いについてはよく匂いがつくなという感じはするので、ガスルームで湯気を通して匂いを取るといったのは欠かせないのかなというふうには思っています。とはいえ着るときというと肌寒い時から冬にかけてなので、さほど気にする必要なく、あるとしたら首元ぐらいかな。いや、これは年齢のせいではあるかもしれませんが、耐久性については6年間着用していても脆いなと思ったことは一度もないぐらい、仕事の行き帰りやリュック、自転車などいろんなシチュエーションで使っていますが、全然傷などもなく、言い過ぎかもしれませんがへっちゃらな感じです。ジッパーも全然色剥げなどなく、ずっと新品のような感じです。そういった素材なので、先ほどもお話しした通り、メンテナンスは1日着用した後はブラッシングをして、お風呂の湯気がかなりある状態のところに干して、そのまま24時間お風呂の換気扇を回したままにして乾かすといった方法で匂いなどを飛ばしています。それで雨が降った時にえらい色が変わるぐらい濡れたな、あった時はそういう時は衣料品用の防水スプレーを、しこたまかけまくって乾くまで待ってから着用といったことを、1年に一度するかしないかぐらいで6年間問題なく着用できています。ただもちろんバブア素材としてアウトドアの着用といったものがありますが、アウトドアの着方を目的としてバブアを購入するといったのは先ほども申し上げた通りあまりいないんじゃないかなというふうに思っています。そう考えると自分ではというふうに思っているところですが、防水スプレーもそこまで気にせずにメンテナンスしてればいいんじゃないかなというふうに、着ている今日この頃です。とはいえ汚れやホコリなど防水スプレーをしていると防げるといったところもありますので、そういう使い方は全然ありじゃないかなというふうに思います。これは見た目的なものではありますが、襟元のコーデュロイ部分は出かける前に洋服ブラシで少しだけかけてあげるだけでかなりいい感じになります。そう、いい感じになるだけで、それがどう機能があるとか特にないので自己満のお話でした。さあ残り2点。これまでちょいちょいすでに言及してしまっていますが、これらに残り2点が個人的に名作とした理由に他なりません。この心くすぐるパーツ群を上から順に上げていくと、襟の切り返しにあるコーデュロイの茶色と表のグリーンのコントラストのかっこよさ、歴史に裏付けられた官能美、意外と誰も言及しないしっかりした作りのダブルジッパー、これがいろんな着こなしに効いてくる。これぞバブアーというタータンチェックの裏地、確かバブアー家のタータンなんだとかいう話をどこぞで読んだような読んだことないような、襟の裏にある首元をタートルのようにして着用できる際のストッパーのようなもの、これが襟からダランと出ているまま着るのがいいのかなっていうふうに個人的には思っています。前にある2つの大きなポケット、これが使いやすい。そしてこの2つのポケットについている丸い黒いボタンにもバブアート入っているのがいい。そして最後に手を入れる真ん中のポケット、この高さでポケットを手を入れられるジャケットってあまりなく、ここに手を入れて歩ける官能性がたまりません。
この点もすっかり前に話してしまいましたが、とにかくコーディネートのカバー力が半端ない。あえて弱点を言うと、どうやったら品がないように着こなせるのかが難しいという逆説的なものがあるぐらいで、逆にこのシリーズで集めている個人的名作のアイテム群は、個人的に綺麗めなファッションが好みということもあり、そういったスタイルの方には何でも合ってしまうので、とにかくおすすめです。このアイテムを持っている人なら、そうそうそうとうなずいてもらえるんじゃないかなというふうに思います。困ったらコーラというふうに若い頃は特に思っていた節がありましたが、今では困ったらバブアーと言ってもいいんじゃないかなというふうに思っています。緑のアウターって軍物以外だと、こういう品のあるものって意外と少ないんですよね。このバブアーの完成度が高いからこそなのではないかなというふうに思っています。似てはいるんですけれども、バブアーと同等に決まっているというアイテムというと、ユニクロ U の、数年前に、販売された UT ティリティジャケットというショート丈のジャケット、これは最初バブアーの色違いとして、あとクリストフ・ルメール氏がデザインしたエレガンスなシルエットがいいかなと思って買いましたが、これは着てみたら全く別物でした。で、全く別の良さがあって、いつかこのシリーズで、動画でぜひ取り上げて伝えてみたいというふうに思うぐらいのものでした。すいません、これはちょっと余談でございました。バブアビデールスリムフィット2レイヤージャケットの何が自分にとって名品たらしめているかをご説明してきましたが、まとめると、とにかく見た目的にも着心地も両方とも官能的なまでに素晴らしい。上着を選ぶときについつい手が伸びてしまうほど間違いがない。物単体としてパーツ一つ一つとっても好きになりたい要素がまとまっているといったところです。まさか自分のアウターにこんなにバブアーが揃うことになろうとは、この1枚目であるビデールを買う前までは、想像もつかなかったぐらいです。自分にとってそんな大きな、一つのきっかけをくれたアイテムとなりました。現在このバブアビデールスリムフィット2レイヤージャケットはおそらくこの自分が購入したものと同じものであろうものが販売されています。なぜおそらくというふうに言ってるかというと、素材がスペック上は同じでも、見た目のデザインも同じなため、おそらく同じであろうと思われるといったところからの推察となります。このご紹介でも触れましたが、本当このジャケットは商品写真のみじゃ、全くわかりません。悪く言うわけではなくて、人が着ていきなり魅力を発するという官能性があるので、こればかりはぜひ一度着用してみてとしか言いようがありません。そしてやはり個人的にはグリーンのド定番を着て間違いのないバーバースタイルを真似してみるところから、ぜひ同じように沼っていってほしいなというふうに思います。また少し異なる素材などで、セレクトショップさん別注なものもあったりしますので、その中からお好みのものをチェックしてみて、ぜひですね、自分と同じようにハマっていく人が増えると、非常に嬉しいなというふうに思います。もう長いのは分かっているので切り上げたいところではありますが、最後に1個だけ付け加えさせてください。ライナーが付けられるジッパーが付いているかどうか、これはぜひ確認した上でご購入いただくといいかなというふうに思います。特にこれいいか悪いかっていうのはちょっと別として、セレクトショップ別注のものっていうのはこれが付いてないことが過去多かった印象があるので、もちろんライナーがいらないよっていう人は無視していただいて全然構わないんですけれども、純正のライナーもですね、かなり商品、アイテム単体としてかなりいいものなので、これが付けられるだけで気持ち的に上がるポイントっていうのもあるので、あいつが何か言ってたぐらいなっていう感じで、チェックいただくといいかなというふうに思います。もちろんライナーとダウンベストを併用していて、自分も、ライナーとダウンベストっていうのを併用しているっていうのがあるので、どちらの気持ちも分かるといった、前提はありますけれども、気分が上がるか上がらないかの問題っていうのもあるんですが、本当に上がるかもと思った方はぜひこのライナーをつけるジッパーがあるかどうかチェックしてからご購入されるといいかなというふうに思います。こういった形で自分にとっての名品をご紹介する中で、そのアイテムの良さを深掘りしてお伝えしつつ、皆様のお買い物を、自分がこれまで散財してきた中からファッションにかけるお金を、少しでも最適化できるように情報をお伝えしていきたいと思います。少しでもいいなと思ったらぜひチャンネル登録と高評価も、アイテムを買うときと同じようにポチッとしていただけると大変嬉しいです。ありがとうございました。